皆さんこんにちは。ガジェットジェットのゆっけいです。今回は皆さんお待ちかね、ハイセンスの最新液晶テレビの実機レビューになります。ハイセンスといえば、横浜ベイスターズやサンフィレッチェ広島のスポンサーになったり、新アンバサダーに横浜流星さんを起用したりとか、かなり身近な会社になっていますが、2022年、2023年のテレビ出荷台数としては、世界第2位を記録し、日本国内のテレビシェア率もぐんぐんと上げてきているテレビ業界でもかなり注目されているメーカーですよね。以前もこちらの動画でハイセンスの2023年モデルのミドルレンジ液晶テレビ U8K シリーズのレビュー動画を撮らせていただいたんですけど、今回はですね、その U8K シリーズの後継機種ですね。こちらにあります U8N シリーズをまたまたハイセンスジャパンさんよりご提供いただきましたので、そちらの画質から音質、その他機能まで幅広くレビューしていきたいと思います。ご提供はしてもらっているんですけど、毎度の通りですね、レビュー自体は僕が思ったこと、感じたことを自由に伝えてもらって構わないと言われていますので、忖度なく僕が思ったことを率直にレビューできたらなと思います。テレビ選びの最中という方や、少しでも安く性能のいいテレビを購入したいと考えている方には参考になる動画となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。まずはハイセンスから発表のあった2024年モデルのラインナップは、エントリーモデルの U7N、ミドルレンジモデルの U8N、ハイエンドモデルの U9N の全部で3モデルとなっていまして、今回ご提供いただいたのがちょうど中間地点にあたるミドルレンジモデルの U8N なんですよね。実際に僕が一番お勧めしたいのが本モデルになっていまして、搭載されている機能を考えると他の2モデルより圧倒的にコスパが高いんですよね。実際にこちらの U8N、日本国内最大級のオーディオビジュアル機器総合アワード VGP でコスパ大賞を受賞していますし、55インチモデルについては金賞も受賞しているので、やはり低価格ながら機能性も高い点が評価されているんだと思います。今回ご提供いただいたのがその U8N シリーズで、サイズが55インチになっています。 U8N シリーズではこの55インチの他に65インチ、75インチ、85インチのラインナップが存在します。従来モデルの U8K シリーズでは85インチのラインナップが存在しなかったんですけど、今回は超大型モデルも用意されているということで、選択肢の幅が広がったのは評価できるポイントですね。その他にも従来モデル U8K シリーズから進化したポイントがいくつかあるんですけど、その中から個人的に注目しているポイントを3つほど絞ってみました。まず1つ目がミニ LED バックライトの高密度化により明るさが 150% 向上した点です。本モデルでは従来モデルに引き続き輝度やコントラストが格段に向上するミニ LED と、より鮮やかな色彩で描き出してくれる量子ドットがダブルで搭載されているんですけど、そのうちミニ LED をよりたくさん敷き詰めることで輝度を 150% も上げているみたいなんですよね。テレビ視聴において輝度、すなわち明るさは非常に重要なポイントになってくるので、この部分が大きく向上しているのは好感が持てますよね。そして2つ目がパネル表面に低反射素材を新搭載したことにより反射を 50% 低減している点です。液晶テレビ、有機 EL テレビに問わず反射や映り込みは視聴体験に大きな障害を与えるので、この部分が低減されているのは嬉しいポイントですよね。3つ目が倍速よりさらに滑らかな 144Hz リフレッシュレートでゲームを楽しめる点です。残念ながらこちらの55インチモデルは対象外となってしまうんですけど、他の3サイズではパネルリフレッシュレートが 144Hz にアップしているため 4K144Hz で次世代ゲームをプレイすることができるようになったんですよね。ゲーミングモニター並みのパネルリフレッシュレートが搭載されたのは、よくゲームをプレイされている方にとってはかなりのメリットになるんじゃないかなって思います。それでは従来モデルからの進化点を簡単に紹介したところで、早速こちらの方設置していきたいと思います。はい、それでは設置の方が完了しました。中にはですね、こちらリモコンとリモコンに付属の電池、そして電源コード、そして転倒防止用のバンド、取扱説明書などが入っていました。まずこちら U8N の外観から見ていきましょう。やっぱりですね、従来モデルに引き続きベゼルがかなり細いですよね。スピーカー自体も背面や底面に埋め込まれているので、4辺全てがベゼルレスデザインになっています。また今回からこちら
スタンド部分も大きく変化していて、テレビ自体はこの2本スタンドで支えられているんですけど、この底面にスタンドベースをつけることによってまるで一本足のようなデザインになっているんですよね。このスタンドによってよりですね、映像だけが浮いているような、そんな感覚にさせられちゃいます。そして背面はこんな感じで、従来モデルとさほど違いはありませんかね。ど真ん中にサブウーファーが搭載されていて、こちらスタンドのこの部分に配線を持ってくることで、前から見た時に配線が気にならないようにできるみたいですね。続いては端子類の方を確認していきましょう。まず背面ですね。下から HDMI 入力1、HDMI 入力2、HDMI 入力3があり、その隣には光デジタル音声出力端子が用意されています。続いて側面です。下から LAN 端子、ビデオ入力端子、ヘッドホン出力端子、HDMI 入力4、通常録画用の HDD を接続するための USB 端子、ビデオカメラなどの周辺機器を接続するための USB 端子、BS/CS アンテナ入力端子、地デジアンテナ入力端子が搭載されています。ゲーム機やサウンドバーを接続する際なんですけど、HDMI2.1 や AMD フリーシンクプレミアムに対応しているのが HDMI 入力1と HDMI 入力2のみとなっていて、さらに EARC に対応しているのが HDMI 入力2だけになるので、 EARC や ARC に対応したサウンドバーなどは HDMI 入力2に、PlayStation 5などのゲーム機は HDMI 入力1に接続するような形になるかと思います。続いてはリモコンの方を見ていきましょう。リモコン自体も従来モデルとそこまで大きく変わってはおらず、この部分が丸い円形になっているので、見た目も可愛らしく押しやすいんですよね。こちら側には特定のネット動画配信サービスに直接飛ぶことのできる VOD ダイレクトボタンも用意されていて、今回はなんと10個から12個に増量しているみたいですね。これ年々増えていきますけど、もうさすがに主要 VOD は網羅できている気がします。あとはハイセンス独自の音声検索機能、ビダボイスを起動するビダボイスボタンも例年通り搭載されていますし、背面を見るとこんな感じで凹凸のドットが散りばめられていて、リモコンを握った時のグリップ力もアップしています。そしてですね、こちらのリモコン Bluetooth にも対応しているので、通常の赤外線リモコンのようにいちいちテレビに向けなくてもいいってところも日々のストレスの軽減につながりそうです。続いては画質面の方を見ていこうと思うんですけど、皆さんどうですかね、こちらの映像。今 YouTube で 4K 映像を流してるんですけど、ほんとめちゃくちゃ明るいんですよね。こういった輝き感なんかも従来モデル U8K よりもさらに良くなっている気がします。やっぱりですね、輝度面でも有利なミニ LED が搭載されているっていうだけじゃなくて、そのミニ LED を従来モデルよりも高密度に敷き詰めていることによって、この明るさを実現できているんでしょうね。実際ですね、この画面の輝度については従来モデル U8K よりなんと 150% もアップしているみたいなので、この明るさにもうなずけます。あとは色彩面についてなんですけど、従来モデル同様非常に鮮やかな色合いで表現できていますね。色彩に定評のある量子ドットを採用していることから、特にこういった赤色とか緑色の濃淡をより詳細に描き出してくれているので、その分色彩の表現力が格段に向上している気がします。あとはですね、こちらの U8N シリーズ85インチモデル以外は視野角が広いことで知られている IPS パネルというものを採用しているため、こうして斜めから見てもですね、白っぽくならず色鮮やかな色彩を保ってくれるんですよね。量子ドットが色鮮やかに描いてくれても、視野角によってその色合いを損ねてしまったら元も子もないので、この IPS パネルが採用されているという点も個人的には評価できるポイントですね。あと画質に寄与する面で特徴的なのがですね、おまかセンサープロという機能になっていまして、部屋の明るさや照明の色なんかをこちらに搭載されています環境光センサーで認識することで、昼も夜も晴れた日でも曇りの日でもユーザーが視聴する上で最適な画質に調整してくれるんですよね。以前レビューしたフルハイビジョン液晶テレビ A4N でも似たような機能が搭載されていたんですけど、 A4N ではあくまでも画面の明るさだけの調節になっていて、色温度とかそこら辺は考慮されていないので、画質の調整を丸々やってくれるおまかセンサープロの方が実際に使用する分には重宝しそうですよね。続いてはこちら地デジ映像を流しているんですけど、ハイセンスのテレビだけあって地デジ映像も相変わらず綺麗ですね。
今回搭載されている映像エンジンは HiView Engine 2という従来モデルからフルモデルチェンジとまではいかないですけど、しっかりと機能アップした映像エンジンを使用していてですね、情報量の多い 4K 映像からこういった地デジ、BS、CS 放送といったあらゆるコンテンツを AI が認識、最適な画質へと自動調整してくれるみたいなんですよね。また階調段差を抑制するバンディングノイズ制御や映像の揺れを抑えるフレームジャダー低減、速い動きもクリアに見せるクリアモーションプロ、肌の質感をリアルに再現する美肌リアリティプロなどのあらゆる高画質化技術も搭載しているので、多方面から高画質化のバックアップをしてくれています。この高画質化技術なんですけど、ただ名前だけの機能なんだろうって思われがちなんですけど、実際に美肌リアリティプロこちらをオンオフした結果がこちらになります。これ人肌の描き方全然違くないですか？やっぱり美肌リアリティプロをオンにした方が自然な色合いというか、人間らしい肌の色に描かれていると思います。こうやってですね、高画質化技術の一つ一つが結構クオリティ高いので、ネット動画を見るときも地デジ映像を見るときも視聴体験をより向上させてくれるわけですね。そして個人的なポイントとしてはこちら、今年度のハイエンドモデル U9N にも同様の映像エンジンが搭載されているんですよね。画質面の良し悪しを大きく分けるのが当然ですね、テレビの頭脳ともいえる映像エンジンなわけですから、これがハイエンドモデルと一緒となると、やっぱりこちらの U8N が最もコスパ高いと個人的には思ってしまいます。続いては音響面について見ていきましょう。 U8N にはですね、3スピーカーシステムという音響システムが採用されていて、立体音響規格のドルビーアトムスにもしっかりと対応しているんですよね。スピーカー構成としてはこちら、左右にフルレンジスピーカーを1つずつ、センターに低音を担当するサブウーファーを搭載している形になっていて、実用最大出力は合計で 40W のようです。スピーカー構成的には従来モデル U8 系とさほど違いはなさそうなんですけど、今回から新たにオートキャリブレーションが採用されているみたいですね。端的に言うと、この視聴する部屋の形状に合わせて自動的に音質を補正してくれるという機能なんですけど、テレビから出力されるテスト信号をこちらのリモコンに搭載されたマイクで受信測定することで、ユーザーの視聴環境に合わせた音質へと自動調整してくれるみたいです。それでは実際にオートキャリブレーションをやっていこうと思います。はい、今ですね、オートキャリブレーションの方が完了しました。これで完璧な音質へと補正されていると思うので、実際にフリーミュージックの方を流していこうと思います。Darling, I'm just so fed up with these expectations. They weigh me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm trying to live inside the upside down. For a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to Honey, I'm a big fan. 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 Whoa. Honey, I'm a big fan. 実際にフリーミュージックの方を聞いてみたんですけど、テレビ単体のスピーカーとしては必要十分だと思います。特にドラムとかベースといった中音域の部分はしっかりと感じ取ることができましたし、オートキャリブレーションをやった結果なのか、音の定位感にも優れている印象を受けましたね。ただ高音域に若干の物足りなさがあって、女性ボーカルの透明度というか抜け感をあまり感じることができなかったというのが率直な印象です。ただスピーカー3つで最大出力 40W というスペックからしたら本当かよって疑うレベルで、対スペックで見ると非常にクオリティは高いと思います。
続いてはですね、こちら立体音響規格のドルビーアトモスにも対応しているということなので、ドルビーアトモスコンテンツの方も聞いてみたいと思います。この立体音響に関してはあまり期待しない方がいいかもしれないですね。確かに本当若干ですね、左右に音が広がっているっていう感覚はあるんですけど、上から音が降り注ぐっていう感覚はほぼなくて、やっぱり本格的に立体音響を体感したいのであれば別途サウンドバーを設置した方がいいんじゃないかなって思います。ただ映画を見る際に音がスカスカってことはないですし、しっかりと迫力のある音は出してくれているので、地デジの視聴が基本で週末たまに映画を見るぐらいの人にとっては必要十分な音響システムではあると思います。続いては今回の進化点でもあるゲーミング機能を見ていきましょう。こちら U8N には次世代ゲーム機には必須の 4K120p や VRR、ALLM にはフル対応しているほか、表示ずれを起こしてしまうテアリングだったりカクつきを起こしてしまうスタッタリングなんかを抑制してくれる AMD フリーシンクプレミアムにも対応してくれているんですよね。また今回から55インチモデルを除く全3サイズで 144Hz リフレッシュレートにも対応したとのことで、 144Hz 対応のゲームもプレイすることが可能になっているんですよね。今僕がレビューしているこちらの55インチモデルだとまさかの 144Hz リフレッシュレート非対応になっているので 144Hz ゲームの実演はできないんですけど、実際に PlayStation 5をつなげてゲームをプレイしていこうと思います。実際にですね、今ゲームをプレイしているんですけど、ゲームの表示遅延を約 0.83 ミリセカンドに低減してくれるゲームモードプロというゲーミング機能が搭載されているので、遅延もなくサクサク動いてくれていますね。また今回から新たにゲームメニューという機能も搭載されていてですね、リフレッシュレートや VRR、HDR のリアルタイム情報を確認することができますし、画像が暗くて暗部のディティールがよく見えない時などもこちらから簡単にバックライトや暗部ガンマを調整することもできるんですよね。昨年のソニーのテレビにも似たような機能が搭載されていて、ゲームをよくプレイする層には結構評判が良かったので、こちらの機能が搭載されているのも評価高いと思います。続いては各種便利機能について見ていきましょう。まずはこちらのネット動画配信サービスですね。 OS はハイセンス独自のプラットフォームビダを引き続き採用していまして、ご覧の20サービスに対応しています。昔はちょっと反応悪かったりしたんですけど、最近のビダは本当に反応が良くてですね、こんな感じで YouTube を立ち上げると約3秒で起動できちゃうんですよね。また今回からリモコンに備え付けられている VOD ダイレクトボタンも12個に増えているので、だいたい主要の VOD はボタン1つで起動することができるっていうのも嬉しいポイントですよね。それにですね、こちらの U8N シリーズでは AirPlay 2や AnyViewCast といったスクリーンシェア機能にもバッチリ対応しているので、こうやって iPhone で撮影した写真なんかをテレビの画面に映し出すこともできちゃいますし、リモコンに搭載されたビダボイスを活用することでテレビを声だけで操作することもできますし、 YouTube などのワード検索もいちいちリモコン入力しなくてよくなるので、そこも便利だと思います。さて今回はこちらハイセンスの2024年ミドルレンジモデル U8N をハイセンスジャパンさんより特別にご提供いただきましたので、そちらの画質から音質、その他機能まで幅広くレビューしていきました。それでは最後にですね、こちら U8N シリーズを実際に使ってみて感じたメリット、そしてデメリットを簡単に紹介して終わりたいと思います。まず良かったところとして、従来モデルよりも輝度が格段に上がっていた点が挙げられます。やはりミニ LED を採用していて、なおかつ従来モデルよりもミニ LED を高密度に敷き詰めていることによって、輝度が格段にアップしているんですよね。
また輝度が上がることによって輝き感やコントラストも一緒にアップしているので、映像全体のメリハリ感も格段に良くなったところも視聴体験向上につながっていて好感が持てました。あとは 144Hz リフレッシュレートに対応してくれたところです。ゲーミングモニターではスタンダードになってきている 144Hz リフレッシュレートですけど、これだけの大画面で 144Hz リフレッシュレートに対応しているモニターはそうそうないので、大画面でも 144Hz ゲームを楽しめるっていう点では他のテレビよりも優位に立っているんじゃないかなって思いますね。あとは低反射パネルが採用されている点も結構嬉しかったポイントではあります。今回からパネル表面に低反射素材が採用されていて、反射率を従来比 50% まで低減できているので、テレビを視聴していても確かに映り込みを感じにくかったです。液晶テレビ、有機 EL テレビに問わず反射や映り込みは視聴体験に大きな障害を与えているので、この部分が低減されているのは嬉しいポイントですよね。逆にちょっと残念だったっていうか、次回以降改善してほしいなって思う点が2つありまして、1つ目が内蔵スピーカーなんですけど、普通のテレビ番組を見る分には全然問題はないんですよ。ただ映画やライブ映像なんかを見る際にはやっぱり物足りない気がするんですよね。せっかくドルビーアトモスにも対応しているので、もうちょっと内蔵スピーカーにもお金をかけてもらえると嬉しいかなって個人的には思っています。あとは55インチモデルだけ 144Hz リフレッシュレートに非対応という点ですね。これ実質的に55インチモデルのみスペックダウンと言ってもいいぐらいの違いになってくるんですけど、今回から新搭載された目玉機能なのにもかかわらず55インチだけ削ってくるのはちょっと悲しいですよね。実際に55インチモデルと65インチモデルでは2万円弱しか変わらないので、購入を検討しているのであれば僕は圧倒的に65インチモデルをおすすめしたいですね。ただですね、従来モデルから画質面、便利機能面で大きく進化していますし、全体的に見ると非常に満足感は高かったですね。少しでも安く機能性の高い液晶テレビを導入しようと考えている方にはまさにぴったりな製品だと思うので、気になった方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。今後もですね、こういったテレビなんかの家電やガジェットの最新情報やレビュー動画なんかをじゃんじゃん上げていこうと思いますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録の方をよろしくお願いします。また今回の動画が参考になったって方は高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ガジェットジェットのゆっけいでした。